さて、今回はですね、大阪のすぐ隣にある豊野郡という地域についてじっくりと掘り下げていきたいと思います。ここはですね、驚くほど複雑な2つの顔を持った場所なんですよ。遠野郡っていうのはですね、本当に極端なコントラストを抱えた場所なんです。片や大阪のベッドタウンとして開発された急速に高齢化が進む郊外。で、もう片方にはまるで時間が止まったかのような日本の原風景ともいえる田園地帯が広がっている。じゃあ、なんでこんな2つの顔がすぐ隣り合わせで存在するのか。そしてそれが今どんな意味を持っているのか。そこを解き明かしていきましょう。では、なぜ一つの地域がこれほどまでに違う2つのアイデンティティを持つことになったんでしょうか。その答えは、この地域を隔てる山々の地形、そして大阪へのアクセスの違いがもたらした発展の歴史そのものに隠されています。この表、非常に興味深いですよね。豊野町という一つの町が、実は内側でくっきりと分断されていることがわかります。西部は能勢電鉄という鉄道で大阪とダイレクトに結ばれたいわゆるニュータウン。でも山を一つ越えた東部とその隣の能勢町は公共交通がバス頼りという昔ながらの農村風景が広がっているんです。つまりこの鉄道という一本の線が地域の運命を大きく分けた。これこそがこの地域が抱える課題と、そして未来への可能性の根源になっているんですね。それでは次に歴史に目を向けてみましょうか。この土地が昔からいかに対照的な富を生み出す源泉であったか、その歴史を見ていきたいと思います。かつてこの地には多田銀銅山という巨大な鉱山がありました。これはもう国家規模の一大産業プロジェクトですよね。豊臣秀吉の軍資金になったり、徳川幕府の直轄地、つまり天領として直接支配されたり、時の権力者ががっちりと握る中央集権的な富の源だったわけです。これはいわばトップダウンの国家事業がこの土地に深く根付いていた歴史を物語っています。その鉱山とは全く対照的なのがこちら、池田炭です。これは茶の湯の市会なんかで非常に珍重される高級品で、持続可能な職人の技が生み出した産物ですね。名前こそ池田とついていますが、その本質はここ能勢と東納の里間にこそあるんです。そしてここが決定的な違いを見事に示しているポイントです。鉱山っていうのは一度掘り尽くしてしまえばそれで終わりですよね。でも池田炭の原料となる木は毛芽更新といって、切ってもまた根元から新しい芽が出てきて7年から8年で再生する。つまり管理された再生可能な資源から生み出されていたわけです。これこそが自然と共生しながら循環していく日本の里山という伝統そのものなんですね。さて、ここからは東洋のもう一つの顔、現代の郊外に目を向けていきましょう。かつての夢の街が今非常に深刻な課題に直面しているんです。1970年代、ここに作られたニュータウンはまさに大阪で働く若い家族にとっての夢そのものでした。都心の喧騒を離れて緑豊かな環境で自分の家を持つ、そんな輝かしい未来像がここにはあったはずなんです。では一体何が起きてしまったんでしょうか。ここでちょっと衝撃的な数字を見ていただきたいんですが、それがこれです。49.0%。つまりですね、住民のほぼ半分が65歳以上ということなんです。これは一斉高齢化と呼ばれる現象で、日本の多くの郊外が抱える問題ではあるんですが、豊能町ではその深刻さが桁違いなんですね。なぜこんなことになったかというと、その根源は入居した人たちがみんなほぼ同じ世代の若い家族だったからなんですね。だからみんな一緒に年をとって一斉に高齢期を迎えるという人口動態の崖が生まれてしまった。さらにかつては魅力だったはずのお給料地の急な坂道が今では移動を阻む壁になり、通勤者が減ってバスや電車の便が減ることで車を運転できなくなった高齢者がますます孤立してしまう。まさに負のスパイラルに陥っているわけです。ですが、郊外のニュータウンが急速に高齢化する一方で、この地域のもう一つの顔である
里山の文化は今もなお地域を支える力強さと誇りの源泉となっています。例えば、このノッセの蒸留里。これはですね、200年以上も続く人形蒸留の伝統なんですが、すごいのは、プロの演者がいるわけじゃなく、地域の人々自身の手でずっと受け継がれてきたということなんです。まさに地域の娯楽であり、魂そのものなんですね。これ本当に驚きなんですけど、町の人口がおよそ9000人弱なのに対して、今でも約200人もの演者が活動しているそうなんです。この人口比率で考えるととんでもない数ですよね。いかにこの文化が地域社会にとってかけがえのないものとして深く深く根付いているかがわかります。それから、この地域は高級栗として知られる銀より栗の発祥の地でもあるんです。この銀よりという名前、面白いですよね。江戸時代の商人が、これは銀をよう寄せる、つまり銀貨をどんどん引き寄せるほど高く売れる、と驚いたことからついた名前だそうです。文字通り、農家の人たちに富をもたらした地域の宝だったわけです。そして、現代においてもその精神は生きています。地元の秋鹿酒造さんでは、農場一貫という哲学を掲げているんです。これは自分たちで酒酢米を栽培して、この能勢という土地の気候や土壌、いわゆるテロワール、そのものを一本の日本酒の中にギュッと閉じ込れるという考え方。まさに現代に息づく里山の精神と言えるんじゃないでしょうか。さあ、ここまで見てきたように、全く異なる2つの現実を抱えている東の地域。ではこれから一体どこへ向かおうとしているのでしょうか。長い間、この地域のシンボルであり、観光の目玉でもあった妙見山のケーブルカー。そのケーブルカーの運行が2023年の12月をもって終了しました。これは地域にとっても、また長年親しんできた多くの人々にとっても、一つの時代の終わりを強く象徴する出来事でした。でもですね、古い道が閉ざされたからといって終わりじゃないんです。新しい未来の種もちゃんと芽吹いて始めています。例えば一つは、古民家をカフェなんかに再生して、里山の暮らしそのものを体験したいっていう新しい人たちを呼び込む動き。それから二つ目は、ただの観光客じゃなくて、農家民泊とかを通して地域と深く関わってくれる関係人口を育てていこうっていう試み。そして3つ目。これがまた面白いんですが、高齢化っていう最大の課題を逆転にとって、AI を使ったオンデマンド交通とか、IoT で高齢者を見守る技術とか、そういうスマート技術の実証実験の場として、未来の郊外のモデルになろうとしてるんです。問いの地域にとっての究極の問いは、おそらくこれでしょう。急速に老いていく郊外という顔と、時代を超えて受け継がれてきた里山という顔。この2つをバラバラなものとしてではなく、一つに統合し、過去の課題を乗り越えて、ユニークで持続可能な未来への基盤へと変えていくことができるのか。その挑戦は今まさに始まったばかりです。